この動画では e ポートフォリオコンテナの作成についてご紹介いたします。e ポートフォリオコンテナは学習者中心の学習活動と評価活動をサポートする機能です。テストの点数による評価だけではなく、学習におけるパフォーマンスと学習プロセスに対する評価を実現し、学習過程におけるエビデンスを残すことが可能になります。成果物と評価を一つにまとめて扱うことができます。評価にはルーブリックを使用し、学生のパフォーマンスの評価が容易に行えます。自分自身を評価する自己評価、学生間で相互に評価する相互評価、教員が評価する教師評価が利用できます。3種類の評価をレーダーチャートで重ねて表示することで、自分自身の評価と他人からの評価を比べることができます。評価の変化を時系列で表示することもできます。時系列のグラフでは、評価項目がどのように変化したのかを確認できます。これにより学生は自分自身の成長を実感することができるようになっています。これより e ポートフォリオコンテナの作成手順をご紹介いたします。Web クラスへログインし、時間割から授業へアクセスします。教材の一覧画面から教材を作成するをクリックします。e ポートフォリオコンテナをクリックします。お好きなタイトルを入力します。今回は成果物の発表とします。学習スタイルを標準化、グループを指定します。標準は学生が個人ごとに成果物を提出します。グループでは授業メンバーでグループを作成し、成果物を提出します。今回は標準を選択します。学習成果物では学習成果物の提出方法を指定します。学生に成果物をアップロードさせる、学生がファイルを指示して登録、もしくは教材として作成したテストやアンケートで提出されるレポートに紐付ける、テスト、アンケートに対応付けるを選択できます。今回は学生がファイルを指示して登録を選択します。次へをクリックします。コンテナの編集画面では、学習の目的や目標の設定、評価指標として用いるルーブリックの作成、評価を公開する範囲などを設定します。ラベルは、すでに授業で作成しているラベルか、新規に新しいラベルを作成できます。説明では、利用するときの注意点や概要などを入力します。説明用ファイルをアップロードするでは、画像やドキュメントファイルなどを説明用ファイルとして添付することもできます。ゴールでは、学習の目的や目標を設定し、学生と共有することができます。また、複数のゴールを設定することができます。ルーブリックでは、評価指標を作成します。追加から新規にルーブリックを作成できます。インポートから作成済みのルーブリックを利用できます。なお、ファイル形式は CSV ファイルとなります。設定では、評価を公開する範囲などを設定します。使わない評価方法がある場合は、チェックボックスのチェックを外します。ルーブリックを使用する際は、あらかじめルーブリックを作成する必要があります。設定が完了したら、変更を保存して終了をクリックし、作成は完了となります。これから学生で成果物を提出し、評価を行っていきます。成果物の発表をクリックします。ゴールやルーブリックを確認します。成果物を提出するには、学習成果物の提出をクリックします。ファイルを選択から提出したい成果物を選択し、アップロードをクリックします。これで成果物の提出は完了です。成果物の提出が完了すると、自己評価を行うことができます。複数回提出があった場合、どの成果物を評価するかを選択します。
評価するをクリックし、タイトル、評価、振り返りを記入し、保存をクリックします。以上で自己評価は完了です。他の学生が提出した成果物の評価を実施するときは、学生一覧から学生名をクリックします。相互評価から評価するをクリックします。複数回提出があった場合、どの成果物を評価するかを選択します。タイトル、評価、振り返りを記入し、保存をクリックします。以上で他の学生が提出した成果物の評価は完了です。教員の場合、教師評価を実施できます。学生の評価を確認したい場合、評価分析グラフをクリックします。他の学生や教師評価が入ると、このようになります。グラフから各評価の比較や、再度提出した時の評価の移り変わりを確認できます。教員の画面では、成績から e ポートフォリオコンテナ評価分析で、各学生のグラフを確認できます。以上で、機能のご紹介を終了します。ご視聴ありがとうございました。